こんにちは。東京ベジライフのなつきです。今日は10分間の瞑想習慣の始め方をシェアしていきます。今月、朝ヨガ瞑想チャレンジという毎朝平日の6時にズームで集まって一緒に瞑想とヨガをするという企画をする中で、瞑想をどういうふうにしたらいいかわからないという声を聞くようになりました。そこで今日は最近読んで分かりやすくてよかったなと思ったアンディ・プディコムさんという方が書いたヘッドスペースガイド to Meditation and Mindfulness という本をベースに10分間の瞑想習慣の始め方をシェアしていきたいと思います。まず瞑想と私の関係からお話しすると、私もヨガを始めてから瞑想を習慣づけようとして何回もトライしたのですが、なかなかうまくいかなかった経験があります。瞑想についての本を買って読んだり、オーディオを聞いてやっても長続きしなくて、あとはヨガリトリートに行った時に、ヨガの練習の前にガイデッドメディテーションといって、先生が声でガイドしてくれるメディテーションを行う瞑想の時間があったのですが、毎回寝てしまっていました。それが瞑想を習慣化して日々の生活に取り入れるようになったきっかけは、去年オンラインで受けたヨガのティーチャートレーニングでした。トレーニングの中にメディテーションのクラスもあって、毎日1時間ぐらいのクラスだったんですけれども、そのティーチャートレーニングの間のメディテーションで本当にいろいろな発見があって、それから瞑想にはまってしまいました。そういった経験から、瞑想を始めるときに一番重要なのはインテンション、つまり意識の持ちようだと思います。私は以前瞑想をしても何がいいのかよくわからない、うまくできていたのかよくわからない、ただ考え事をしていただけな気がする、ただ寝ていただけな気がするという感じで、またやろうという気が起きなかったんですね。去年のティーチャートレーニングの時は、瞑想というプラクティスを本当に理解しようという決意のような思いがあったのと、瞑想はこうあるべき、瞑想の効果とはこういうものであるべき、瞑想ではこういうことが起こるべきというような先入観や期待を持たずにオープンマインドを持ってやってみようと思ったのが大きな違いでした。実際に瞑想で得られるものはたくさんあります。深い瞑想をした後の心の安らぎ、リラックス感というものはどんな極上なスパ体験にも勝るものですし、深い瞑想の中で見つけられた答えやアイデアというものはどんな信頼のおける優秀な相談役から得られるアドバイスよりも有益なものだったりします。ただそれを初めから毎回期待してしまうと、そうならなかった時にイライラしたり焦りを感じたり不安な気持ちになったり余計ストレスになってしまうということもあると思います。ヨガのプラクティスも全く同じような感じで、たまに今までできなかったポーズができるようになったり、そういったブレイクスルーモーメントというものがあるんですけれども、日々のプラクティスというのは割と単調で、その日にできることをコツコツとやるという感じなんですね。期待し始めると、期待通りにいかなかった時に、今日もこのポーズができなかったということだけにとらわれてしまって、ネガティブになって小さなウィン、成功のことを忘れがちになってしまいます。例えばできるようになりたいと思っていたポーズはできなかったとしても、他にうまくできたポーズはあったかもしれないですし、朝早く起きてきちんと体を動かせたっていうことだけでもウィン、成功だと思うのです。瞑想についても先入観を持たず、期待を持たず、日々の瞑想の時間をその日その時しか起こり得ない体験として楽しむこと、そういったオープンマインドを持って心を開いた状態で瞑想を行っていくと、瞑想中、そして瞑想を行っていない時も自然とポジティブなことがいろいろと起こるようになってくると思います。前置きが長くなってしまいましたが、ヘッドスペースガイド to Meditation and Mindfulness の中で書かれているマインドトレーニングには3つのステップがあります。1つ目はアプローチ。瞑想のメソッド、テクニックであったり目的、そしてそういった方法で瞑想を行った時にどういうことが起こることが想定されるかといった瞑想を行っていく前の入り口のところで一定の知識をつけること。
このステップがないままにとりあえずそのまま目を閉じて瞑想しても時間だけが経って本当にこれで良かったのか何だったのかよくわからないという感じで長続きしないことが多いと思うので、とにかくやってみるの前にワンクッションを置くアプローチは重要だと思います。アプローチを経て2つ目のステップはプラクティス、練習。実際に瞑想を行って体験をするということを繰り返していきます。そして3つ目のステップがインテグレーション、取り込むこと。瞑想というプラクティスの中で得られたことを日々の生活の中に取り入れていくことで、瞑想をしていない時でも心の安らぎを感じたり、集中力を高められるようになってきます。日々の生活の中で仕事であったり人間関係であったりいろいろな出来事、嬉しいこと、楽しいこと、悲しいこと、辛いことがあって、その中でいろいろな感情や考えが起こっている時でもベースのところで心の静けさというか心が落ち着ける場所を作るということ、それをアンディさんはヘッドスペースというふうに呼んでいるんですけれども、アプローチ、プラクティス、インテグレーションの3つのステップを経てヘッドスペースを得られるようになるというのが本のコンセプトです。瞑想は頭の中を空っぽにすることと思われがちなんですけれども、本の中で書かれているストーリーが分かりやすいのでシェアすると、目の前に道路があるとしていろいろな車が走っているんですけれども、その車の色であったり車種であったり乗っている人を観察するということはするんですけれども、その一台一台の車を、追いかけたりとか止めようとしたりそういうことはせずに、道路の脇にある椅子に座ってただただその車が行き来するのを観察する。それが瞑想で、車が頭の中に浮かんでくる考えや感情であればどういった考えや感情が浮かんできたかということは観察しながら、それが浮かんできたということは認識はするんですけれども、そういった感情や考えごとに入ってしまうという行動をしないということ。なので考えが浮かんでくること自体を止める必要はなくて、考えが浮かんできたという状態を認識して執着しないことが重要なんですね。それでも瞑想中に考えごとにふけってしまっているということに気づいたら、また道路脇の椅子に戻って行き来している車をただただ観察するということに戻れば大丈夫です。僧侶や瞑想マスターと言われる人たちは毎日何時間も瞑想していますが、日々忙しい中でそんなに時間を取れないから瞑想は無理と思う必要はありません。10分間で構わないので、朝、ランチタイム、夜など時間を決めてやってみましょう。足を組んで座る必要はなく、椅子に座ってもいいですし、立ってやっても横になってやっても大丈夫ですが、背筋がまっすぐになっている状態を作っていきます。ただし疲れている時や早朝など寝てしまいそうな時は横になるのは避けた方がいいかもしれません。深い瞑想にあるときは睡眠中の最もリラックスした状態の時に出る脳波、アルファ波が出るそうなので、実は瞑想から戻ってきた時にあれ今寝ていたのかなって思うこともあるんですけれども、やっぱり眠りに落ちてしまうとマインド、意識をコントロールすることができなくなってしまうので、瞑想の効果は得られなくなってしまうと言えると思います。なので瞑想をするとき、特にまだ慣れないうちはなるべく寝ないような状況で行っていくのがいいでしょう。目は閉じた方が視界に入ってくるもので気が散らないのでやりやすいと思いますが、目を開けた状態で視点をぼんやりとさせて行っても大丈夫です。最初のうちは瞑想をしようとすると、今日これからやらなきゃいけないことであったり、今日何を食べようかなであったり、昨日したことを思い出したり、なかなか心を落ち着けられる場所を見つけるということが難しいと思うので、何か意識を集中させられる対象、つまり何か考えが浮かんできた時に意識を戻す場所、先ほどのストーリーでいう道路脇の椅子を決めるのがいいと思います。例えば深い呼吸をする、頭の中で数を数える、何か特定の言葉を頭の中で唱える、何か特定の場所をイメージする、または数珠などの特定のものを触る。本の中で紹介されている方法の一つで、呼吸とともに数を数えるというものがあって、吸って1、
吐いて2、吸って3というふうに10まで数えて、10まで来たらまた1に戻るというものがあるんですけれども、やってみるとなかなか難しくて、気がついたら13、14まで数えていたり、数えるのを全く忘れていたりします。そういった意識を集中させる対象があると、いろいろなところに行ってしまうマインド、意識を今この瞬間に戻していくということがやりやすくなります。あとは初めて瞑想に挑戦される方は、声でガイドをしてもらえるガイデッドメディテーションがおすすめです。私も少し前に森の散歩メディテーションという動画を配信していますが、いろいろな瞑想のチャンネルであったりアプリがあるので、探して試してみてください。瞑想は一人でしてももちろんいいですが、誰かと一緒にやるとまた違った体験になります。家族や友人としてもいいですし、大人数でのメディテーションにご興味のある方は、ぜひ私が今月行っている朝ヨガ瞑想チャレンジにご参加ください。詳細は下の概要欄にリンクを貼っておきます。そして3つ目のインテグレーションのところで、瞑想の感覚を日々の生活に取り入れていく方法として、本の中でいくつかエクササイズが紹介されていて、その中で例えばマインドフルイーティングといって、スマホなしで会話もなしで、ただただ食事をして、食べるものであったり食べることに意識を高めていくというものがあります。日々瞑想をするだけでストレス軽減であったり集中力の向上といったいろいろな効果が十分得られると思いますが、そういったマインドフルに意識を高めるという感覚を日々の生活の中で気づいた時に取り入れていくと、また劇的に生活が変わっていくと思います。今回ご紹介した本を書いたアンディさんはイギリスの方で、大学の途中で瞑想を勉強するためにイギリスを旅立って世界のいろいろな寺院に滞在して、最終的にはチベットの寺院で僧侶になって、そしてそれからなぜか一旦サーカスの団員になってイギリスに戻って瞑想を広げるためにヘッドスペースという事業を立ち上げたという面白い経歴を持つ方です。ヘッドスペースはアプリがあって、すごくいろいろなガイデッドメディテーションやコースがあるだけではなくて、メディテーションの時に使える川の流れの音などの自然の音もたくさん収録されています。私も使っていますが、とてもおすすめで、英語が OK という方はぜひ試してみてください。あとはネットフリックスで8つのエピソードからなる番組もヘッドスペースで出していて、各エピソードの最後に10分間のメディテーションがあるのですが、日本語の音声もあるので、ネットフリックスにアクセスがある方はそちらもぜひ見てみてください。ということで今日はアンディ・プディコムさんのヘッドスペースガイド to Meditation and Mindfulness という本をベースに10分間の瞑想習慣の始め方をシェアしました。瞑想に興味はあるけどどう始めたらいいかわからない、やったことはあるけど長続きしなかったという方に何か参考になれば嬉しいです。それでは See you next time!